トですらこんな数字は出せません。登場する1年前まではまだ50倍前後をうろついていたのに、たった1年後には350倍。その結果、環境トップ10に長期間居座ることになりました。イである、みんなの母であり、鉄ドラ人気Ｎｏ.1のキャラクター。ぬいぐるみも出た、プライズにもなった。彼女はずっと環境の中心にいたわけではありません。強度性能を手に入れるまで、イデアルは約10年間、ずっと何とも言えない微妙な立場にいました。では、イデアルはどうやって一歩ずつ環境最強に掘り詰めたのか。彼女は一体何者なのか。そしてなぜ闇落ちしてしまったのか。今回は常闇が初登場時の性能から 95% の人が知らない物語まで、一歩ずつ環境最強へ成長していったヒロイン、イデアルの歴史を解説します。楽しくいきましょう。イデアルは人と竜が共に生きる世界を夢見た竜冠士でした。彼女は師匠エンナの下で力を磨き、やがてソニアグラン直属部隊の第6番目に選ばれます。そしてある日、イデアルは自分と相棒の竜バンドの魔力を使い、一人の少年を生み出しました。その少年の名はアルトウラ。イデアルは彼を自分の子供のように愛し、バンドや弟子のマイネと共に穏やかな日々を過ごしていました。しかしその幸せは突然終わります。屋敷が襲撃され、アルトウラとバンドはイデアルを守るため瀕死の重傷を負ってしまいます。二人を救いたい。その一心でイデアルはクマダンタリオンの言葉に従い、人と竜を無理やり契約させる禁術を完成させました。けれどその術は不完全でした。アルトウラは力に耐えきれず自我を失って暴走。救うはずだった我が子を自らの手で怪物へと変えてしまったのです。その事実に耐えきれず、イデアルの心は崩壊。捕らえられた彼女を生かすため、みんなはイデアルの記憶と感情を封印しました。一方、アルトウラは六号と呼ばれ、長い間さらわれ続けます。やがて彼は竜と竜冠士を憎むようになり、かつて母と呼んだイデアルのことすら忘れてしまいました。物語の中で様々な出来事を経た後、そして絆の章、暴走した六号はレーデンに追い詰められていました。記憶を失ったイデアルは目の前に六号が何者なのか分かっていません。それでも苦しむ六号を見た瞬間、身体と心は自然に動きました。レーデンの黒い雷で六号を消そうとしたその時、イデアルは迷うことなく彼の前へ飛び出します。必ず守ってみせるわ。その直後、黒い雷はイデアルの身体を貫きました。倒れたイデアルを見た六号はかつて自分も母親を守るために傷ついたことを思い出します。そして意識を失いかけたイデアルは彼の本当の名前を呼びました。アルトウラ。愛しているわ、アルトウラ。その言葉を聞いた六号は涙を流しながら叫びました。お母さん！ここで全てがつながります。六号の本当の名前はアルトウラ。そしてイデアルは彼の母親だったのです。イデアルが倒れたことでアルトウラは全てを思い出しました。父バンドのこと、母イデアルのこと、そして自分が本当は何者だったのか。彼はもう憎しみに支配された怪物ではありません。今度は自分が母親を守る。その強い願いにバンドも応え、二人はついに本当の契約を結びます。竜が人の願いを認め、互いの魂がつながる。それこそが本当の竜剣士です。アルトウラは倒れたイデアルを抱きしめ、誓いました。今度こそお母さんを守りたい。みんなでマイネたちが待ちつあの家に来るために。こうしてイデアルとアルトウラの物語は最後にもう一度家へ帰るという願いへとつながっていきます。これは愛する者を救おうとして全てを失った母と、それでももう一度家族として結ばれた物語です。これがおそらく 95% のプレイヤーが最後まで読んだことのないイデアルの物語です。しかもこの物語だけでも竜冠士全体のストーリーの40分の1程度。この後にも後日談や別の物語が存在しています。いや、こんなに面白い話があるならなんでゲーム内のストーリーモードでやらないんだよ。それを言うと悲しくなります。話を戻します。先ほど紹介した公式サイトのストーリーの通り、イデアルは初登場時から闇落ちする前と闇落ちした後、2つの姿が同時に実装されていました。2017年9月25日、イデアルは第1回竜冠士イベントで初登場しました。パズドラ初の動くキャラクター、性能としては悪くありませんでした。まず進化前の光である。象徴的なのは7コンボ強化を3つ持っていたことです。ただし当時はまだリーダースキルのコンボ加算なんて存在していません。
毎回7コンボを組む必要があるため操作難易度は決して低くありませんでした。リーダースキルには操作時間3秒延長がありましたが HP 倍率などの耐久不正はなし。そのためリーダーとして使う場合は進化後の姿を選ぶ人の方が多かったです。闇属性のイデアル、こちらのリーダースキルは非常に強力でした。多色の条件がなくなり最大攻撃倍率は15倍。しかし一つ大きな問題があります。覚醒スキルに火力覚醒が一つもありません。そのため弱いとまでは言わないもののリーダーとして環境の中心に立つことはありませんでした。実際には2ターン委託を持つサブとして使われることが多かったです。裏飯ユースケパに入れてた記憶があります。ただしこの2ターン委託こそがその後のイデアルの強化を長期間縛ることになります。2018年から2019年、有形師&流感師は当時としては非常に成功したイベントでした。そのため毎年のように復刻され、イデアルにも定期的な強化が入ります。新しい覚醒スキルを獲得し、リーダースキルの攻撃倍率も18倍まで上昇。しかしどうしても逃れられなかったものがあります。スキルターンです。6色人と2ターン委託。スキルターンはいつまで経っても13ターン。仕方ないだろ。威嚇が軽すぎたらバランス壊れるだろ。その後ボイスを獲得してリーダースキルに半減が追加されてもスキルだけはどうしても10ターンを切ることができませんでした。この重すぎるスキルによってイデアルは少しずつ環境から脱落していきます。2019年頃には多くの生成スキルが6ターン以下、短いものならすでに3ターンで使える時代です。そんな中で6色人を使うために13ターン、さすがに使う人はいなくなりました。そして2020年、バレンタインイデアル登場。2020年のバレンタインイベントで最高レアリティの新キャラクターとして登場したのがバレンタインイデアルです。バレンタイン版でもイデアルの母親と会というテーマは引き継がれています。イラストにもバルトーラやバンドとの家族関係が描かれていました。そして性能はこちら、 HP 2倍、さらにダメージ軽減。3年経っても7コンボ強化3つのままじゃねえか。その通りです。ただしこの頃のパズドラは覚醒スキルのインフレが今ほど激しくありませんでした。主にインフレしていたのはリーダースキルの耐久力です。2017年は HP 倍率がなくてもどうにか生き残れた時代でした。しかし2020年になると実質耐久力はすでに 2.5 倍を大きく超えていました。リーダーとフレンドを合わせたら実質6倍クラスです。さらに当時としては珍しかった2コンボ加算も所持。スキルチャージを利用すれば実質8ターンほどで覚醒無効を回復できます。ついに環境最強まで来たのか。残念ながら違います。少なくとも登場した直後はそうではありませんでした。当時トップクラスの耐久性能を持っていたもののダメージ無効貫通は多色パーティ最大の弱点でした。バレンタインイデアルもこの問題を解決できていません。固定ダメージ追撃もなく別のリーダーと組み合わせるか回復ドロップを立て一列に組んで追加攻撃を発動する必要がありました。さらに編成できるキャラクターはドラゴンタイプかバランスタイプに限定されます。編成難易度が高く上級者向けのリーダーと評価されていました。そのため登場初期の評価はそこまで高くありませんでした。しかしこの評価はその後の数ヶ月で逆転します。極めて高い火力を出せる曲ラテン、固定ダメージ追撃を持つ台や相性の良い仲間が追加されたことでイデアルは売られ使いの化身を安定して攻略できるようになります。そして登場から約半年後、それまでの全てを超える最難関ダンジョンが登場します。の限界、パズドラはここから最大 HP が足りなければそもそも攻略することすらできない時代へ入ります。登場初期にシラをクリアできたパーティは本当に数えるほどしかありませんでした。しかもあの頃はリンダルネーに狙い撃ちされた事件までありました。プレイヤーが無効パーティを使わなければならないほど非常に難しいダンジョンだったのです。バレンタインイデアルも実行しました。環境最強リーダーとしてランキングの上位にも入りました。ただし季節限定キャラクターだったため誰もが持っているような大流行にはなりませんでした。しかもその後に鬼滅コラボまで来ましたからね。それでもバレンタインイデアルはパズドラでは比較的珍しい成長をしたリーダーです。登場した瞬間に環境を壊したわけではありません。多色を支える仲間やシステムがその度に強くなり、最終的には2020年を代表するリーダーへと成長しました。これも昔のパズドラが持っていた魅力です。2022年、ストーリーダンジョンで入手できる進化素材を使い、イデアルに新たな進化形態が追加されました。さっき説明した話と同じストーリーなのか。世界観や物語の大筋は同じです。ただし内容の深さは
は全く違います。こちらはゲーム内のストーリーダンジョンなので物語は大幅に短縮されています。その代わりイラストやアニメーションは別次元のクオリティでした。まずは性能を見てみましょう。また多色リーダー、そしてまた長いスキルです。最も注目されたのは攻撃力 1.5 倍エンハンスをループできることでした。しかし多色キャラクターということで多くの人からラフィーネと比較されます。特性が違い、ラフィーネには非常に長い変身時間が必要です。それでもラフィーネはルーレットループと操作時間攻撃力2倍エンハンスループ、多色パーティにとって重要な2つの能力を持っていました。そのため当時のイデアルは完全にラフィーネと比較される形になってしまいます。さらにリーダースキルは6色を消さなければ軽減を発動できません。ドラゴンタイプ縛りもありコンボ加算もなし、スキルも6ターンと重く、欠損対策としてルーレットや76番面などのサポートを別に用意する必要がありました。結果は皆さんの想像通りです。流行りませんでした。当時のプレイヤーからも絶妙に使えそうで使わなさそうな調整と言われています。裏機工場を攻略できるほどの性能はありました。しかしその力を引き出すために必要なものが多すぎたのです。ストーリーでは失った記憶と家族の絆を取り戻したいである。しかし性能面では環境の中心を取り戻すまでには至りませんでした。2022年 UI 少女のボーカルへ確定30今度何ですかこれ。イデアルは5人組バンド UI 少女のボーカルとして留学しガチャに登場しました。環境の耐久力はすでに実質 HP4.4 倍の時代。しかし最も注目されたのはこのリーダースキルでした。ドロップを5個つなげて消すたびに2コンボ加算、さらにスキルを使うことで角色を5個ずつ生成できます。つまり毎ターン確定で12コンボ加算、リーダーとフレンドを合わせれば24コンボ加算です。非常に面白い存在でした。面白いだけでした。5個消しで倍率が上昇するリーダーはこれが初めてではありません。さらに前のワンピースコラボではルフィが5個消し1つにつき攻撃力3倍という性能を持っていました。しかし今回のイデアルは5個消しを増やしても攻撃倍率自体は上がりません。どれだけコンボ数が増えても火力が増えなければ意味がありません。指が死ぬほど組ませて火力は増えないのかよ。さらに大きな問題があります。リーダースキルの半減を発動するには16コンボが必要です。16コンボです。16コンボ。一度でもパズルに失敗すればその瞬間に死亡。そして最も重要な問題、3体ルック前提、しかも確定悪。無理です。流行るわけがありません。2023年から2024年、イデアルはその後も何度も能力調整を受けました。倍率の上昇、覚醒スキルの圧縮、運営がイデアルを忘れたことは一度もありません。2024年にはバーテンダー、イデアルも登場しました。通称酒イデアル。しかし評価としては普通の多色向け吸収無効枠、代用キャラクターも多い吸収無効枠でした。問題はイデアルの性能ではありません。この頃のパズドラは少しずつコラボ&ドラゴンズになっていました。新しいコラボが登場するたびにより高い火力、より完成されたスキル、そして最新の高難度ダンジョンにほとんど専用設計されたような性能が追加されます。それに対して本家キャラクターの強化は環境の最前線に立つためのものではなく、一つ前の時代に追いつくためのものになっていました。イデアルも確かに強くなりました。しかしプレイヤーが平成の面を開いた時、最後にパーティーへ入れるのはほとんどの場合コラボキャラクターでした。本家キャラがどれだけ強化されてもコラボキャラの加速し続けるインフレに追いつくことができなかったのです。かつてパズドラのオリジナルキャラを代表していたいである。しかしこの時代になると強くなったという事実だけでは使われる理由になりませんでした。ゲームの名前は今でもパズル&ドラゴンズです。ただしパーティーの中にはパズル&ドラゴンズのキャラクターがほとんど残っていませんでした。そしてついにこの日が来ます。自分を捨てて戦える者には。お呼びですか？ロゼッタ登場。今回の主役はあなたではありません。ロゼッタの登場に続いてメイドイベントが開催されました。人気投票で1位を獲得したのはイデアル。人気投票1位だったため交換可能なキャラクターとして実装されます。2025年5月、性能が発表された瞬間から満場一致で高く評価されました。とはなりませんでした。
むしろプレイヤーの評価は真っ二つに分かれます。 YouTuber の多くは非常に高く評価していました。しかし攻略サイトや一般プレイヤーの評価は完全には一致していませんでした。とりあえず性能を見てみましょう。3回でスキルをループすることで毎ターン6色陣、ダメージ無効貫通、全員の攻撃力2倍エンハンス、そして光属性のダメージ上限を130億まで解放。さらに実質 HP5.625 倍、圧倒的な回復力20倍、そして5コンボ加算、超高度ダンジョンでも安定して戦える性能でした。その中でも最も恐ろしいのが攻撃倍率350倍、350倍です。初登場時は13倍、RAS 時代にはインフレによって35倍まで上昇しました。しかしそれから約2年半後、350倍、片側だけで一気に10倍です。リーダーとフレンドを合わせた倍率の伸び幅は100倍。リーダースキルの数字だけを見ればそれまでの全てのキャラクターを超える存在でした。完全にバランス壊してるだろ。しかしそうではありませんでした。多くのプレイヤーがメイドイデアルを十分に強くないと評価した理由、それは主に2つあります。1つで V 破壊を持っていない、2つで毎回パズルをする必要がある。まず V 破壊とは何なのか。 V を破壊することでダンジョン内で得られる数値が 1.2 倍になることもありますが、最も重要な目的は V 素材のドロップ率を上げることです。現在の新しい高難度ダンジョンは EX ダンジョンを除けば基本的に V 破壊が用意されています。そして新キャラクターを交換するには V 素材を100個から200個集めなければなりません。たとえドロップ率が 100% でも一般的なプレイヤーなら100時間の周回が必要です。 V 破壊を持たず毎ターン多色パズルをしなければならない。周回を重視するプレイヤーから見ればメイドイデアルを使う意味がありません。これは一部のプレイヤーだけの意見ではありません。攻略サイトでも同じような評価がされていました。しかし物語はここで終わりません。木星をはじめとする高難度ダンジョンでメイドイデアルは次々と結果を残します。それによって評価も少しずつ上昇。その後に開催された複数の EX チャレンジでもイデアルは恐ろしい耐久力と実質25倍クラスの回復力によって何度も簡単にクリアしてみせました。さらに HP 倍率が 4.5 倍あるため一度パズルを失敗してもすぐには死にません。一夜のミスで即死する現在の 99% のパーティとは違います。そして相性の良いサブも増えていきます。アレキサンダー、ミムザ、転生の選択肢が増えたことでイデアルは何度もアシストなし、さらに1枚抜きという条件で最新の最難関ダンジョンを攻略してみせました。他のパーティでは簡単には真似できないことです。1ヶ月、2ヶ月、そして半年、登場から半年が経ってもメイドイデアルは最強リーダーランキングに残り続けました。2025年11月にはダメージ上限値が130億から150億へ強化。環境から消えるどころかさらに寿命を伸ばします。そして2026年ダメージ上限値は180億、回復倍率は7倍へ強化されました。全パラメータ 4.5 倍と回復力7倍が同時にかかることで片側だけで回復力 31.5 倍、リーダーとフレンドを両方イデアルにすれば回復倍率は約992倍、超高度という概念そのものを疑いたくなるほどの回復力を手に入れました。かつて本家キャラクターはどれだけ強化されても使われない、そう言われていた時代、その中でメイドイデアルは1年間、本当に丸々1年間最強リーダーランキングの上位に残り続けました。2017年パズドラ初の動くキャラクターとして時代の先頭に立ったイデアル。その後インフレとコラボの波に何度も飲み込まれながらバレタイン、 RAS、ストーリー進化、バーテンダー、そしてメイド、新たな姿で何度も帰ってきました。強化されても使われなかった時代もありました。それでも最後にはもう一度環境で結果を残しました。長い年月の中でパズドラというゲームも大きく変化しました。プレイヤーの遊び方も変わりました。最新の最難関ダンジョンをクリアできるのは一部のパーティだけ、そんな時代も終わりました。現在のリーダー評価には純粋な攻略性能以外にも操作の簡単さ、作品やキャラクターの人気、何体ルックが必要なのか、交換できるのか、V 破壊を持っているのか、様々な要素が含まれています。だから攻略サイトのランキングも常闇のランキングも全てのプレイヤーが持つ基準を一つに統一することはできません。メイドイデアルがここまで長く環境に残ることができた理由、それは単純に性能が優秀で数字が破格だったからだけではありません。編成の自由度、そして扱いやすさ。
この1年間、運営は再び本家キャラクターを重視し始めました。ゲームセンターとのコラボカフェ、ぬいぐるみ、そしてフィギュア、イデアルの歴史は一人の人気キャラクターだけの歴史ではありません。本家キャラクターが失ってしまった居場所を何度でも取り戻そうとしてきたパズル&ドラゴンズそのものの歴史なのです。